はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ来てる山ちゃんと申します。皆さん、ウィッシュリストにどのぐらいゲーム入ってますか？私は800くらいでしたね。今回はウィッシュリスト整理ついでにね、2021年6月から2021年年内リリースの面白そうな日本語対応のソフトを集めてみました。日本語対応のソフトだけでもかなりの本数になったので、動画をね、分けて紹介していきます。パート2までは紹介する予定にしております。本数も多いので、ラジオ感覚で聞いてもらえれば幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは発売日の決まっているゲームから紹介していきましょう。まずはじめに、ドリームウォーカーズ。2021年6月リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は354人。パリを舞台にしたビジュアルノベル。主人公はパリのソルボンヌで芸術史を学ぶ学生モルガン。明晰夢と言われる自分の夢であると自覚しながら見ている夢の中で自分自身を投影するビジュアルノベルとポイント&クリックで展開するアドベンチャーゲームです。彼は夢の中で神話上の生き物や悪魔、または新たな友人との出会い、恋愛関係になるか友達のままでいるか運命を手に委ねることになります。また物語の行く末は8つのマルチエンディングで締めくくられます。モルガンの夢の結末はあなた次第です。体験版もありますが日本語に対応していませんでした。ドリームウォーカーズは2021年6月リリース予定日本語対応の作品です。チックタック12オークロック。2021年6月11日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は101人。廃校となった学校の謎を解き明かすホラーアドベンチャー。少年4人が警察に封鎖された学校に侵入して過去に起こった事件の真相に迫る。私怖がりなんですが情報がほとんどなかったので体験版を遊んでみました。時代は少し古いアメリカの学校で物語が始まり、監視カメラに映る不気味な何かから逃げながら手がかりを探していくような作品ですね。タイトルが12オクロックなので12時に何かが起きるんでしょう。体験版もありますが日本語に対応していません。チックタック12オクロックは2021年6月11日リリース予定日本語対応の作品です。クリステイルズ。2021年6月20日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は12,863人。時間を操る少女が世界を救う RPG。 孤児院で暮らす主人公の少女クリスベルがシャベルカエルマティアスと出会い時間を操る能力を手に入れます。魔導士のウィルヘルムに助けられながら時間の操り方を教わり、タイムメイジとして滅びゆく未来から世界を救うべく過去と未来に介在しながらプレイしていくことになります。フィールドパートではクリスベルを中心に画面左が過去、中央が現在、右が未来として一つの画面に映し出され、主人公が干渉することで過去や未来を変えることができます。バトルパートでも過去や未来に干渉することができ、例えば敵を過去や未来にワープさせたり、鉄壁を誇る鋼鉄製の武具を経年劣化させ防御力を下げたりといったユニークな使い道があります。グラフィックもセルガ風のフラットなアートが可愛らしく、JRPG に影響を受けたということなので我々日本のゲーマーにとってもとっつきやすそうな感じですね。体験版はね日本語未対応でしたが遊んでみた感じ結構いい感じでめちゃめちゃ面白かったです。クリステイルズは2021年6月20日リリース予定日本語対応の作品です。ラストストップ。2021年7月リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は1172人。日常の中に魔法があるのかをテーマにしたアドベンチャー。現代のロンドンを舞台に3人のメインキャラクターの視点から日常に魔法は潜んでいるのかをテーマにしたアドベンチャーゲーム。3人のメインキャラクターはドナ、ジョン、ミーナ。ドナは息苦しい家庭生活と過保護な姉に閉塞感を感じている高校生。ジョンは借金と片親というプレッシャーに悩む中年のシングルファザー。ミーナは不満げな結婚に苦しんでいるキャリアウーマン。この何の関わりもなさそうな3人が巻き込まれる奇妙な出来事が複雑に交わり、最終的にはラストストップとして収束する。ゲームトレーラーを見る限りはアクションや SF 要素が強めで物語性重視な印象を受ける作品ですね。ラストストップは2021年7月リリース予定日本語対応の作品です。ホラーテイルズ・ザ・ワイン。2021年7月31日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は291人。地中海の島を舞台にしたホラーアドベンチャー。パンデミックが起こった後の世界。悪魔の熱病が蔓延し、地中海に浮かぶ群島の廃墟となった首都を舞台に恐怖に挑む。強烈な熱、ひどい精神錯乱、そして死をもたらすパンデミック。主人公のマルティ・バルメロは首都で生産されている一流の赤ワインが病人を治すことができるという噂を聞きつけ、愛する人の感染症を治そうとバニデボスの赤ワインを探すといった物語。しかし街には何者かが潜んでおり、執拗にあなたを追いかけてきます。
一人称視点で描かれるホラーアドベンチャー。様々なギミックや物理学的なパズルを解き明かし、ワインを手に入れることはできるでしょうか。ホラーテイルズ・ザ・ワインは2021年7月31日リリース予定、日本語対応の作品です。ホテルライフ・ア・リゾートシミュレーター。2021年8月26日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は328人。ホテルの支配人となって理想のホテルを経営。のどかなリゾートで理想のホテルに合う場所を選び、ホテルを建築。受付、レストラン、プール、バンガローなど必要な設備を設置して準備完了。プレイヤーはホテルの支配人となり、空港でお客様をお迎えして掃除、片付け、食事、アクティビティまでをご提供する。またプレイヤーはホテルの支配人であると同時に経営者でもあり、スタッフの採用、予約の管理、適切な設備投資などホテルの収益の最適化も考えなくてはなりません。ゲームモードは自由な経営が楽しめるサンドボックスモード、ストーリーに沿って進めるキャリアモード、休暇を取って自分のホテル内を満喫できる待機モードが用意されており、がっつり経営してもよし、のんびりくつろぐもよし、好きなプレイスタイルで遊びましょう。ホテルライフ・ア・リゾートシミュレーターは2021年8月26日リリース予定、日本語対応の作品です。デスループ。2021年9月リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は2万トンで242人。敵対する2人の暗殺者が謎のタイムループに囚われる。舞台となるブラックリーフ島で敵対する2人の暗殺者が謎のタイムループに閉じ込められ、永遠に同じ一日を繰り返す。このタイムループから脱出する唯一の方法は、ビジョナリーと呼ばれるターゲット8人全員を暗殺すること。一人称視点で繰り広げられる銃撃戦やパルクール、ステルスなどを駆使しながら、ターゲット8人をどう暗殺するか繰り返されるループで得た知識を活用し、タイムループを断ち切らねばならない。さらに本作はマルチプレイモードも用意されており、タイムループを維持するために雇われたエージェントとなり、主人公と戦うといった設定みたいです。デスループは2021年9月リリース予定、日本語対応の作品です。ウォーモングレルズ。2021年9月リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は1万トンで878人。第二次世界大戦時代の東部戦線を元にしたリアルタイムストラテジー。戦争によって多くの人々の命を奪い、運命を変え、ねじ曲がった社会が持つ闇など、戦争の側面にスポットを当てた作品。物語は政府のプロパガンダに踊らされ、前線で3年もの間戦い続けた2人の主人公。やがて戦争の悲惨さに目を覚まし、無意味な殺戮を阻止するために立ち上がります。自分たちを国際的な紛争に巻き込んだナチス軍の勢力に対抗するため、ドイツ国防軍を裏切った2人の脱走兵がゲリラとなるまでの道のりを描いた作品。ゲームシステムはオーソドックスな見下ろし型のリアルタイムストラテジー。戦争ものだが基本はステルス行動で敵の視界に入らず物陰に隠れながらステージをクリアしていくといった内容です。シーソーベースにした濃厚なストーリーを楽しめる本作。ウォーモンゴレルズは2021年9月リリース予定、日本語対応の作品です。大洪水物語。2021年10月リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は52人。大洪水を生き延びて過去の世界の断片を集める物語。洪水をテーマにしたインタラクティブなアドベンチャーゲーム。この物語では大洪水から生き延びたプレイヤーは崩壊した世界を探索しながら過去の世界の断片を集めていくといったストーリー。全ての選択肢が異なる結末へ向かうマルチエンディングシステム。果たしてこの崩壊した世界を生き残ることができるでしょうか。大洪水物語は2021年10月リリース予定、日本語対応の作品です。バック・フォー・ブラッド。2021年10月13日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は67,475人。レフト・フォー・デッド開発元が手掛ける協力型4人コープシューターゲーム。レフト・フォー・デッドシリーズの制作陣が新たに送るスリリングな協力型 FPS バック・フォー・ブラッド。人類のほとんどが殺されるか人間の死体を宿主として繁殖する殺人的寄生虫デビルアームに感染しているという壊滅的な世界が舞台。プレイヤーは免疫を持った生存者クリーナーの一人となり、人類が絶滅の危機に瀕する中、寄生虫感染の原因となるゾンビリデンから世界を取り戻すために戦います。8名のカスタマイズ可能なクリーナーズ、そして多彩な武器やアイテムを駆使して仲間と共に世界を取り戻しましょう。ソロプレイや4人協力プレイのキャンペーンで高難易度ミッションのクリアに挑戦したり、さらに最大8人で楽しめる PVP を搭載。クリーナーだけでなくゾンビであるリデンになって参戦することも可能とのことです。バック・フォー・ブラッドは2021年10月13日リリース予定、日本語対応の作品です。サイバーパンクバーシム。2021年10月23日リリース予定、日本語対応の作品です。
フォロワー数は6113人。企業によって支配されたディストピアでバー経営。この広大な都市はサイバネティクス、人工知能バーチャルリアリティの革新により独占的な権力を持つ最高部によって支配されています。プレイヤーは街の片隅にある質素なバーを経営。一握りの常連客と仲良くなり、新しい飲み物を作ったり、ソーシャルメディアを利用して人気と利益を高めていく。成長するにつれ、都市を支配する独占企業である最高部のオーナーになったりすることもできるみたいです。体験版もありますが、日本語未対応です。サイバーパンクバーシム2021年10月23日リリース予定日本語対応の作品です。オンエア2021年12月21日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は403人。一人称指定の SF スリラー。本作の舞台は1969年アメリカを襲った史上2番目に強いハリケーンカミーラが発生していた。主人公はバイオエンジニアのレイ・スミス。彼はトラブルに巻き込まれ謎のホテルアルゴルの一室で目を覚ます。ホテルの一室に閉じ込められたレイは追っ手から身を隠し何が起こったのかを解明しようとするが、普通の部屋や廊下が生い茂った恐ろしいジャングルに変わっていく。プレイヤーはホテル内の様々なエリアを探索し、ホテルから脱出しなくてはならないが、ホテルには恐ろしいモンスターが徘徊している。獣のように音で察知するモンスターから知性を持ったモンスターまで登場するとのこと。様々な特性を持ったモンスターと戦うには錯乱させたりトラップを設置したり気絶する素振りを見せたりと工夫を凝らさなければなりません。不気味な生き物の潜む薄暗いホテルアルゴルの謎を暴き、無事に脱出することはできるのでしょうか。オンエアは2021年12月21日リリース予定日本語対応の作品です。レイク2021年夏頃リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は3100人。都会から離れ田舎で2週間を過ごすアドベンチャー。1986年都会で目まぐるしい生活に嫌気がさし、2週間の休暇を使いオレゴン州の片田舎にある静かな故郷プロビデンスオークスに帰郷した40代の女性メロディス・ワイス。彼女は郵便局員を引退した父の代理となって2週間の間郵便配達をすることになり、この地域で暮らす人々と交流しながら自分の人生の意味を見つけていく2週間が描かれています。2週間という短い期間に日常生活というテーマに寄り添いながらもたくさんの人たちと出会い、彼女自身は何を思うのか。ストーリーは会話によって分岐し、2週間後には彼女は決断をしなければなりません。大都会に戻り今までの生活に戻るのか、このまま故郷で暮らすのか、それとも週末には正解や間違いはなくどの結末もドラマティックな展開になるみたいです。疲れ果てた時は田舎でのんびりしてみてはいかがでしょうか。レイクは2021年夏頃リリース予定日本語対応の作品です。チャイナタウンディティクティブエージェンシー2021年夏頃リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は3337人。数々の事件に挑む近未来ミステリー。舞台は2032年のシンガポール。主人公はアミラ・ダーマ。彼女はかつてインターポールの新星として活躍し、現在はチャイナタウンの中心で新米私立探偵として活躍する。探偵事務所では犯罪者、目撃者、手がかりを調査して謎を解き、クライアントからの依頼を解決する。事件を調査するうちに世界的な陰謀に直面するアミラ。シンガポールを拠点に世界中を旅して手がかりを求め、謎の陰謀に満ちたサイバーノワールの世界を探求する。レトロなグラフィックで未来を描くネオノワールミステリー。体験版もありますが日本語未対応です。チャイナタウンディティクティブエージェンシーは2021年夏頃リリース予定日本語対応の作品です。セルフロス2021年夏頃リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は1151人。アイスランドの神話をモチーフにしたファンタジーアドベンチャー。未知の動物の鳴き声を聞いた老人がその動物を助けるために広大な世界の冒険に出るといったストーリー。老人は魔法の杖を使って神話に登場する生き物を倒し、悲しみに暮れる人々を見つけ出し、傷ついた魂を癒すためにセルフロスと呼ばれる儀式を行う。戦闘システムはキャラクターと杖を操作して魔法や光のシールドを駆使して戦うシステム。アイスランドのおとぎ話の王国を舞台に親切な老人が活躍するアドベンチャーゲーム。セルフロスは2021年夏頃リリース予定日本語対応の作品です。ザ・グッドライフ2021年夏頃リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は509人。世界で一番幸せな場所と呼ばれる街を調査するアドベンチャー。主人公はニューヨークからやってきた写真家ナオミ・ヘイワード。借金を抱え途方に暮れた彼女はイギリスのある田舎町の謎を解き明かすという依頼をモーニングベル通信から受ける。それは世界で一番幸せな場所と呼ばれる町レイニーウッズ。カメラを手に調査を始めたナオミはこの町に住む人々が秘密を抱えていることに気づく。なんと夜になると住民たちが猫や犬に変身する奇妙な現象を目の当たりにする。
この街の魅力に取りつかれたナオミは新たに得た動物の力を駆使して街の真実を追求することになる。メインの物語は街の調査ですが、その他にアルバイトをしたり野菜を育てたりライフシム的な遊び方もできるみたいです。ザ・グッドライフは2021年夏頃リリース予定、日本語対応の作品です。ザ・フォーガットゥンシティ、2021年夏頃リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は6573人。ローマ帝国の時代を舞台にしたタイムループアドベンチャー。本作はスカイリムのモットー、ザ・フォーガットゥンシティを新規作品として再構築した作品。舞台となるのは約2000年前のローマ帝国。この世界では一人でも罪を犯せば全員が死ぬ呪いが存在している。プレイヤーは2000年の時を遡るタイムトラベラーとなって幾度となく繰り返されるループを体験し、秘密の地下街に閉じ込められた26人の失われた魂を救わなければならない。この古代の謎を解き明かすにはタイムループをうまく活用することで少しずつその日の運命は変化していく。結末はマルチエンディングシステムで無数に存在する。自分のやり方でタイムループから抜け出しましょう。ザ・フォーガットゥンシティは2021年夏頃リリース予定、日本語対応の作品です。はい、ここからは2021年年内リリース予定の作品紹介です。エスケープシミュレーター、2021年リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は596人。一人称しての本格謎解き脱出ゲーム。室内に設置されたあらゆるものを手に取り壊したり焼いたり溶かしたりして謎を解き部屋から脱出する。多人数参加型の協力プレイモードもあるみたいなので、フレンドと一緒にそこそこ難しそうな謎に挑むのも楽しそうですね。脱出ステージは全15室。古代エジプトの迷宮や宇宙船などとんでもステージが用意されているみたいです。体験版もありますが日本語未対応です。エスケープシミュレーターは2021年年内リリース予定、日本語対応の作品です。ロード96、2021年リリース予定。フォロワー数は4944人。独裁主義国家ペットリアから国境を越え脱出するアドベンチャー。舞台は1996年の夏。10代の少女が架空の独裁主義国家ペットリアから脱出するため数千キロ離れた国境を目指して旅をする物語。国境への道は無数にあり、どのルートを通りどう移動するかで物語は変化する。最終的な目標はより良い生活を求めて国境を越えること。旅の途中で様々な人たちと出会うことになるのですが、混乱する国ペットリアには善人もいれば悪人もいます。人々との出会いや別れ、時にはモラルを問われるような状強で様々な決断を強いられます。その決断が国境への旅、そして彼女自身の目的も変化していくことに。旅の最終目的地である国境が徐々に近づき、物語は確信に迫っていく。国境を越え自由を手に入れるのか、または違った結末に行き着くのか。ロード96は2021年リリース予定、日本語対応の作品です。カードシャーク、2021年リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は804人。18世紀を舞台にしたイカサマ氏の物語。トランプゲームで貴族から金を巻き上げて18世紀のフランス社会の頂点を目指す。パートナーであるサンジェルマン伯爵と共にフランス国内を旅して政治家、王族から巧妙なカードテクニックで富を奪う。テーブル上でのイカサマだけではなく、ストーリーにおいても陰謀、嘘、裏切りといったテーマがメイン。イカサマがバレれば命の危険もあるみたいです。一世一代の大勝負を勝ち抜きフランス社会を上り詰めましょう。カードシャークは2021年リリース予定、日本語対応の作品です。ムーングローベイ、2021年リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は889人。釣りと料理を題材にした RPG。1980年代のカナダ東海岸を舞台に、見習い漁師となった主人公ケイシーが破産の危機に瀕している町を立て直し、パートナーの最後の願いを叶えるために奮闘する物語。魚を釣って調理して新しいレシピを開発したレシピは町のレストランに提供して町の再建に貢献する。また町の発展とともに釣りの道具やレストラン、さらには釣り船もアップグレードできるようになり、流氷や海底火山のある宴会に繰り出していくことになる。 RPG と明記はされていませんが PV を見た感じ RPG 要素は少なそうですね。アドベンチャーっぽいですよね、どちらかというと。ムーングローベイは2021年リリース予定、日本語対応の作品です。ストレイ、2021年リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は1万トンで510人。野良猫となってサイバーシティから脱出するアドベンチャー。家族から離れ見知らぬ世界に迷い込んだ一匹の野良猫。サイバーシティから脱出するためには古代から解き明かされていない謎を解明すること。
無機質な人造人間や危険なクリーチャーを高いところへ登ったり狭いところに入り込んだりしてやり過ごしながら異世界の謎を解いていくといった物語。主人公の猫がネオン輝く街の裏路地を歩く PV には路肩でうずくまるアンドロイドや薄暗い裏通りがこの世界の雰囲気を物語っていますね。ストレイは2021年リリース予定日本語対応の作品です。ガービッチ2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は8000飛んで34人。ホームレスをテーマにしたサバイバルストラテジー。記憶をなくしたホームレスとなってパンツ一丁のゴミを漁り拠点を作りホームレス仲間を集めて生き抜いていく。ゲームとしては体温調整、空腹度、衛生面の管理をしながらトレーニング器具を建設しホームレスを鍛える育成要素とホームレスを別のエリアに移動させ資源を漁り持ち帰って拠点拡張を繰り返す建築モードがメイン。また地下闘技場のような場所でファイトクラブも行われており非合法な手段で報酬を獲得したり警官や敵対ホームレスなどが拠点を襲撃してくるのでゴミでバリケードを作ったりする必要もあるみたいです。体験版もあります。日本語対応なので遊んでみてはいかがでしょうか。ガービッチは2021年リリース予定日本語対応の作品です。ウェアードウエスト2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は9224人。西部開拓地帯とダークファンタジーの融合。カーボーイ、無法者、開拓地、ネイティブアメリカンの抵抗とオーソドックスな西部劇の設定に魔法、スチームパンク技術、ダークファンタジーに登場するようなモンスターが登場。ストーリーは賞金首の捕獲や殺害や銀行襲撃など西部開拓時代にありがちなことですがキャラクターは狼男や豚頭の男などダークテイストなキャラが登場します。ちなみに狼男や豚頭の男は主人公キャラクターのようです。西部開拓時代とダークファンタジーを融合させた見下ろし型視点で展開するアクション RPG ウェアードウエストは2021年リリース予定日本語対応の作品です。12 minutes 2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は9496人。死ぬまでの12分間を永遠に繰り返すアドベンチャー。個人的にかなり前から気になっている作品ですね。リアルタイムで物語が展開するトップダウン型のインタラクティブスリラー。12分間のタイムループにとらわれた男が自らの死を回避するべく結末を塗り替えループを断ち切る方法を探っていくといった物語。主人公のアーロンは午後7時55分に仕事から帰宅し妻のサラと食事をとり始める。しばらくすると刑事が突如として部屋に押し入りアーロンとサラは拘束されてしまう。刑事によるとサラは自身の父親を殺害したという。そして午後8時7分刑事に頭部を蹴り上げられアーロンの意識は闇の中へと落ちていく。目が覚めるとアーロンはリビングに立っていた。時間は午後7時55分。アーロンはタイムループを繰り返すことで得られた情報を生かし事件の真相を解き明かすとともにタイムループから脱出しなければならない。12 minutes は2021年リリース予定日本語対応の作品です。エンドリング2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は2998人。地球最後の母狐となり3匹の子狐と生き抜くアドベンチャー。舞台となるのは人間によって破壊された世界。プレイヤーは地球上最後の母狐になって無防備な3匹の子狐を守り大人の狐に成長するのを見守らなければなりません。そのためには荒廃した環境を探索し子狐を養うために他の動物を狩る必要があります。人類によって崩壊した世界を目の当たりにしながら進んでいき安息の地を目指すストーリー。エンドリングは2021年リリース予定日本語対応の作品です。はい、今回は2021年6月からね2021年内リリース予定の面白そうな日本語対応のソフトを集めてみました。今回の動画の中で、ね、1本だけ選ぶならやはり12 minutes ですね。パート2はね5月中には動画にする予定です。私のチャンネルでは今後発売予定のゲームを簡単に分かりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援をお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。